対象物をウルモスに運んでください。育成のための使用書を作成します。ウルゴスはトラッシュホールの目ともいえる存在で、あらゆるゴミの内部を分子レベルまで見通すことができる高精度スキャナーだった。ウルゴスのもとへ運ばれた赤ん坊は細部にわたって解析されていった。これはおくるみと呼ばれる赤ん坊を包むための布です。素材はシルク。赤ん坊の肌は柔らかく敏感なため刺激が少なく、また体温の調整が未熟であることから保温性にも優れたこの素材が選ばれ、直接赤ん坊に巻かれていたものと推定されます。またこの表面の模様ですが、これは地上から見上げたウ空を模しルゴスはたもので、物の構造だけでなく、その背景にある意図や関係性までも読み取ることを得意としていた。またこちらの赤ん坊の腰に巻かれていたパッドは紙おむつと呼ばれるもので、水分を吸収すると膨張する性質を持っています。で、この付着物は俺、知ってる。うんちや。よくご存知ですね。生き物は口から物を食べてお尻から吐き出すね。なんで口から食べて口から吐き出せへんの？地球は重力があるからやろ。物は下に落ちるお尻から出るねん。お前らアホやな。何もわかってへんな。誰がアホやねん。アホいうやつがアホやで。ちゃうで。アホいうやつがアホやでっていうやつがアホやで。ちゃう。はいはいはい、そこまで説明しますよ。さっきデコンが教えてくれたように、これはうんちとおしっこと呼ばれる排泄物です。排泄物というのは体から出てくるゴミのことで、このおむつが外に漏れ出ないように受け止める役目をしてるんです。なんで漏れ出たらダメなの？いい質問。なぜ漏れ出たらいけないのか。それは人間がとても清潔好きな生き物だからということです。このおむつがクレバーなところは、外にも漏れない上に内側にも戻らない。わかります？固形物のうんちはさすがに吸収しませんが、液体のおしっこならこの紙が吸収して赤ん坊は不しば快にならない。らくウルゴスのレクチャーが続いた後、こう締めくくられた。よって人間の赤ん坊は乳児の段階では自ら移動することも体温を維持することもできない極めて脆弱な存在で、従ってこの個体を維持するためには外部から保護し継続的に世話を行う必要があります。そこで早急に必要になるのが専用の容器とおむつということになるでしょう。使用書をまとめましたので、すぐ匠の部屋に向かってください。匠とは、どんなものでも巧みに作り上げる製造機体群の総称である。デコンたちが到着した頃には、ウルゴスの仕様をもとに、すでに設計が組み上がっていた。材料リストを共有するからみんなで集めてきて。デコンたちは、トラッシュホールのあらゆる場所へと散らばり、必要な素材をかき集めに行った。やがて、選別された素材が匠のもとへと次々に運び込まれ、匠たちの熟練のアームがゴミの破片に新たな形という命を吹き込んでいく。じゃーん、ゆりかごの完成です。ゆりかご？ゆりかごといってもそんじょそこらの人間が作るような気休めのかごなんかじゃない。我ら匠の職人魂がこもったゆりかごだからね。これ、何する機械？このゆりかごは内蔵されたセンサーで赤ん坊の体調から感情までを読み取り、常に快適な環境をキープするんだ。しかも何もできない体に代わって授乳からおむつの取り替えまで完璧にこなすすっごい保育器なんだぜ。排泄処理用の超薄型おむつは今弟子たちが必死に作ってるところ。問題は授乳用のミルクなんだけど、まだウルゴスから調合データが来てないんだけど、どうなってるのかな。この子相当お腹を空かせてるぞ。通常赤ん坊は母親から分泌される母乳を摂取することで成長に必要な栄養と免疫を獲得します。じゃあ、母乳を作ればええやん。母乳ってなんでできてるん？母乳は血液をもとに体内で成分が選別・再構成された液体です。約 88% が水分で、乳糖、脂質、タンパク質、免疫成分などが含まれます。血液って何？生物の体内を循環して栄養や酸素を運ぶ液体のことです。じゃあまず血液を作るんやな。正直に申し上げると、血液を完全に同じものとして作ることはできません。
血液のほとんどは水や鉄分でできていますが、それだけではなく、多数の細胞や複雑な成分が組み合わさって成り立っています。そのすべてを同じ状態で再現することは現状では不可能です。じゃあどうすんの？動物の血液を使います。そこから必要な成分だけを取り出して組み合わせることで、母乳に近い栄養液を作ることができます。どういうこと？人間に近い構成を持つ動物の血液を使うということです。濃さや中身は調整が必要ですが、元になる血液があれば対応できます。まずは検体から血液を採取してください。その後は匠と連携します。検体って？それは箱庭から採取してきてください。箱庭とは、デコンたちがゴミの中から持ち帰った植物の種や生物、偶然紛れ込んだ虫や小動物などが飼育されている場所のことだった。地上の日照サイクルや季節の移ろいまでもが精密に再現された精巧なジオラマのような空間であり、機械たちが趣味として自然を再現し楽しむ場所だった。一体のデコンが箱庭に入ると、一匹の巨大な犬がデコンに飛びついてきた。ハチである。ハチは3年前にトラッシュホールに落ちてきた犬だった。遊んでやるから。ちょっと待って。ちょっと待ってってば。地上から犬や猫などの人間のペットが落ちてくることはたびたびあった。しかしそのほとんどは死骸か死にかけの状態かで、まともに育ったのは偶然紛れ込んだモグラくらいのものだった。ハチはトラッシュホール始まって以来の初めて飼育に成功した高度な哺乳類だった。ハチの最大の特徴は、その凄まじい食欲と強靭な消化器官にある。食べられそうなものは手当たり次第口に入れては、合わないものは本能的に吐き出していた。そのおかげで機械たちが餌に神経質になる必要もなく、この世界では比較的手のかからない同居人となったのだ。誰かハチを押さえて。赤ん坊を食べようとしてる。ダメ、赤ん坊は餌じゃないって。そりゃあ無理もないよね。久しぶりの高タンパク食材だもん。そんなのんきなこと言ってないでハチを抑えてよ。ごめんよハチ。これも赤ん坊を助けるためなんだ。チクッとするけど我慢してね。そんな悲しそうな音出すなや。終わったらたくさん遊んだるから。こうしてハチから採取された血液をベースに母乳の生成に成功したことで、不安定だった赤ん坊の健康状態は安定へと向かっていった。栄養状態も良いし、感情のバロメーターも良好。とりあえず一安心だね。じゃあ何して遊ぼうか？ねえ赤ちゃん、何して遊びたい？ねえ、名前まだ名前つけてないやん。せいや、すっかり忘れとった。名前何にする？赤ちゃんちゃうの？ベイビー。もう芸なさすぎ。そうやで、もっとひねらんと。なあ、空は？空？そう、これって空の模様やろ。せやな。空ええな。せや、空から落ちてきた赤ちゃんやし、わかりやすくてええやん。じゃあ、決まりやな。空、今から君は、空って名前やで。空。ハチ、今日はごちそうやで。鹿肉のいいとこが落ちてきて。せやからな、鹿肉のハンバーグに、お前の好きなチーズもどきクリーム乗っけとったで。いつもなら尻尾を振って飛びついてくるはずのハチが、
なぜかその日は部屋の隅で丸くなり、動こうともしなかった。どうしたハチ？また変なもんでも食ったんか？ハチ？一度に大量の血液を採取したことによる重度の貧血ですね。貧血って？体内の血液が不足し、酸素や栄養の運搬が十分に行えなくなる状態です。ハチも生き物である以上、回復には時間が必要です。このまま採取を続ければ、ハチの方が先に生き絶えてしまう。生き絶えるって止まっちゃうってこと？それを言うなら死んじゃうってことでしょう。それは困るよ。僕も困る。もうハチと一緒に遊べないってことだよね。でもハチの血液がないと母乳が作れない。結果ソラが死んじゃうやん。ソラを助ける方が優先だよ。そうだよ。命令コードがある方が優先。残念ですが、ハチはもう十分にデータも取れましたし、匠に頼んで今のうちに剥製にしてもらえばいかがでしょうか。剥製って動かないやつやろ？やだよ。動く剥製も作れます。前に飼ってたネズミが死んだ時に作ってもらったやん。あれやろ？ああ、あれはあかんわ。せや、見た目は同じでもなんかしょうもないもんやったから潰したったわ。確かにキモかったな。剥製にするのは嫌だ。不思議ですね。命ある存在というのは、姿形を似せて動かしても同じにはならないものなんですね。ああ、もっとハチと遊んでやったらよかったな。やめろや。まだ死ぬって決まったわけやないやろ。せやで、そもそもハチが死んだら母乳も作れなくなる。結果、空もやばいことなるで。その時、ゼロが現れた。調査の結果、地上には母乳の代替として使用される育児用ミルクが存在します。成分構成のデータを取得しました。これを共有します。ゼロが共有した成分データをもとに、ウルゴスが解析を開始する。照合が完了しました。現在の備蓄資源及び廃棄物から代用成分の抽出が可能です。育児用ミルクの生成は成立します。何？どういうこと？ハチも空も助かるってこと？よかった。こうしてトラッシュホールは一致団結し、育児用ミルクの生成に乗り出した。まず、地中の泥に潜む虫を分解し、その構造からアミノ酸を抽出します。次に、エネルギー源となる糖分です。人間が廃棄したコットン繊維、セルロースを分子単位で分解し、乳糖に近い構造へと変換させます。続いて脂質、廃棄機械に残留するオイルから有害成分を除去し、消化可能な脂肪分へと再構成します。最後に水分です。泥水を複数回ろ過、蒸留し、高純度の水を生成します。そこへ、鉄くずから抽出した微量のミネラルを添加し、全体の成分を整えて完成です。こうして完成したミルクは、地上のそれとは見た目も質感もかけ離れた、およそ飲み物とは思えないグロテスクな代物だった。しかし空はそれをためらうことなく口にし、おいしそうに飲み干していった。生命維持を司るバイタルも、精神の安定を示す感情変数も、数値上は極めて良好な状態を維持し続けていた。一方、ハチの採血は中断された。体力回復のために特別に栄養価の高い餌が与えられる。しかし不可解なことに、数日が経過しても以前のような活気は戻ってこなかった。さらに数値上は安定しているはずの空までもが、まるで魂が抜けたかのように生気を失っていった。空？デコンが呼びかけても空は反応を返さない。かつては体をくねらせて笑っていたその瞳は、今ではどこか遠くを漂っているようだった。ねえ、どうしちゃったの空？数値は安定してるんだから別に問題ないんじゃない？でも、
何かおかしいよ。空の容体が急変したのは翌朝のことだった。前日まで安定していた生存維持エネルギーが急激に低下していく。どこかにエラーがあるんちゃう？栄養供給は 100%、感染症の兆候も検出されていません。理論上発生し得ない状態です。どうなっちゃうの？もう無理かもしれないね。ねえ、どうしたらいいの？ゼロ？なんかゼロ、寝てる？虹色に輝いていたゼロが色を失い、凍りついたように静止している。いつも肝心な時に止まんねんから。ゼロは止まっているのではありません。考えているのです。この時、確かにゼロは深い思考状態にあった。何もしていないようでいて、その内部では膨大なデータから最適解を導き出すための計算が絶え間なく行われていた。しばらくの間、トラッシュホールは死んだような静寂に包まれた。やがて、ゼロが再び虹色の輝きを取り戻す。空を箱庭へ移動させてください。それだけ告げると、ゼロは霧のように姿を消した。どういうこと？なんで箱庭なん？あかんって！箱庭に連れてったら、またハッチが興奮してまう。せや、ハッチに食べられんで。大丈夫やで。今のハッチやったら、空を見てもそんなことせえへんよ。なんで？だって、今のハチには、そんな気力なんて残ってへんもん。箱庭の隅で、ハチの命の灯火も消えかけていた。デコンたちは沈痛な面持ちで、空を箱庭へと運び込む。なんかつまらんようなるな。そうやね。つまらんようなるな。デコンたちはまだ知らなかった。ゼロがこの指示に込めた意味を。その答えはすぐに明らかになる。みんな！大変！箱庭に来て！空がいない。まさか。ほら、だから言ったやん！食べられちゃったよ！ハチは箱庭の畑の中で丸まっていた。一体のデコンがおずおずと近づく。ハチ？お前、空を食ったんか？ハチがゆっくりと頭をもたげる。すると、その胸の奥で何かが動いているのが見えた。空だった。空はハチの腕の中に抱かれ、穏やかな寝息を立てていた。不思議なことに、空の容体は回復していった。そして呼応するように、ハチも元気になっていく。後になって、ゼロはデコンたちに、命の神秘について語った。赤ん坊は、ただ栄養を摂取するだけの存在ではない。養育者の腕に抱かれ、肌を合わせる。その目に見えない交換こそが、生存には不可欠だったのだ。ハチがかつて空に示した異常な反応。それは捕食の衝動ではなく、守るべき幼体への激しい共鳴だった。ハチの中で眠っていた母性のスイッチが入り、そのやり場を失ったことで、彼女もまた枯れかけていたのだ。ハチは母性の行き場を失い、空は母のぬくもりを求めていた。この時、機械たちは子育てというものが単なる数値管理では測りきれない複雑さを秘めていることを知った。そして
まだまだ乗り越えるべき課題は山積みであり、それは試行錯誤の繰り返しでもあった。こうして機械たちはこの奇妙でひどく手のかかる同居人を得て、少しずつ自分たちの知らなかった領域へと踏み込んでいくことになるのだった。仮にそう、例えばの話、僕が一つの星だとして、あなたもまた一つの星で、同じ夜空で輝いてる。つまりそう、イメージしてみる。それがインドラの網ならば、僕らはその網が交差するつなぎ目にいるってことなんだ。結び目に光る宝石が僕という星であって、別の星の光を受けて色とりどりに輝く。そうやってこの世界から僕が消えていく。麗しいほど愛したものも、無我夢中で追いかけた夢も、全てがかりそめだと分かったから、I want to hold it all